100均のカラー、黒と茶色、そして金箔を使って簡単に作っていけるブラウンデザインご紹介していきたいと思います。ニュアンスデザインの一部にもなりますし、あとは時間がない時にですね、時短ネイルとしても使っていけると思います。それでは早速今回も中指をメインでデザインしていきたいと思います。まずはカラー作りからです。久しぶりに100均のカラー登場なんですけれども、ブラックとブラウンのこのカラー2色を使っていきたいと思います。このブラウンのカラー、だいぶですね今までの動画で使い込んでしまったので、もう量が少ないんですけれども、結構下の方に溜まっているのを撮っているんですが、やっぱりこのボトルタイプだとちょっとこの最後の最後まで使うのって難しいですよね。そしてこの100均のカラーのこのブラウンはちょっと明るめの赤茶みたいな感じのカラーになるので、そこに黒をですね少し入れていただくとちょっと深みのあるブラウンに変わってくるので、お好きな感じで大丈夫なんですけれども、本当にこのブラウン一色でやっていきますので、お好きな感じのブラウンを作っていただくといいと思います。で、今回はクリアジェルなどを入れずにですね、100均のカラー柔らかいのでこのままで使っていきたいと思います。私も普段時間がない時ですね、できるだけ一色のカラーでちゃちゃっとやってしまおうと思うんですけれども、そういった時とかにですね使っていけるデザインの一つだと思います。では早速インパクトのフラットアートブラシを使ってこのブラウンでですねデザインしていきたいと思います。筆にだいたいこれくらいの量取っていただいて、まずはですね右上の部分にのせていきます。右上の部分、真ん中、爪先という風に3箇所ですねつけていきますので、まずは根元の部分、根元キューティクルのラインとサイドのライン、この赤いラインのところにですねしっかりとカラーを入れるイメージで、まずはこんな感じにですね茶色のカラー入れていきます。しっかりとサイドのライン入れ込んでください。で、続いて今度真ん中のところにですね入れていくんですけれども、今度は左端になるようにですね真ん中あたりに入れ込んでいきます。この時もこの左端のサイドのラインにですねしっかりとカラーを入れるようにしてください。この先ほどもそうなんですけれども、根元の部分とこのサイドの部分、そして先端もそうなんですけれども、ここがカラーのラインになってくるので、しっかりと色を入れてください。まずは本当にそのラインを作るような感じでカラーをこんな風に置いていくイメージで、まずは3箇所置いていきます。なんかこんな風に3箇所入れるだけでちょっと三毛猫っぽく見えますよね。思うと、何かを見立ててデザインしていく時って色合いって本当に大事ですよね。それでは先ほどですね筆つけていただいたんですけれども、筆からティッシュでですねカラーを拭っていただいて、先ほど置いたカラーとこのクリアの境目をですねこんな風に筆を縦にしていただいて、この間のところをですねこのように縦に動かしてぼかしていきます。100均のカラージェルは毎回お伝えしているんですが、結構柔らかめのジェルなのですごく馴染みやすいので、硬いジェルを使っている方に関してはこの時にですね筆にクリアジェルとかを含ませてやっていただくと馴染みが良くなってくると思います。必ずカラーとクリアの境目を筆で、縦にですね縦に動かしてぼかしていくようにしてください。細かくトン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 とやるのではなく、もう結構大きくですね1,2,3,4というような感じで動かしていただいた方がボケやすいと思います。これだけで十分綺麗なブラウンのデザインになってくるんですけれども、ここからもう少しですねアレンジ加えていきますので、ぼかしですね、ごめんなさい、ちょっと先端のところが気になったので少し足したんですけれども、これで一度ですね調整していただいて、これでバッチリというところで一度硬化をしていきます。こうやって見るとちょっと大人なべっ甲柄にも見えますよね。べっ甲柄はもう少しちょっとオレンジとか黄色とかですね足していくんですけれども、これだけでも十分ありだと思います。では続いてもう一度ですね先ほどの茶色を使って根元、そして、横の真ん中のところ、そして先端のところにですねしっかりと濃いカラーをもう一度入れていきます。この根元、サイド、そして先端のこのカラーの始まりのところをですねしっかりとカラーを入れることによって、グラデーションとかでもそうなんですけれども、このぼかしの部分がですね綺麗に引き立ってきますので、必ずこの始まりのところに関してはですね濃いカラーをしっかりと入れてあげてください。ちょうど今日サロンのスタッフが担当しているお客様が 3D のデコアートがお好きな方らしく、
毎回次回やりたいものを画像で送ってこられて、それをちょっと練習するみたいなんですけれども、本当に毎回のようにこれはさすがにできませんと言うんですが、一生懸命練習するんですよね。私から見てもデコアートってすごく難しいと思うんですが、それを頑張って練習してそれなりのものを作って本当にすごいなと感心します。誰かが喜んでくれるってすごく嬉しいことですよね。私もそれを見てまた頑張ろうと思いました。ではこんな風にブラウンデザインできたら、続いて100均の金箔を入れ込んでいきたいと思います。この100均の金箔なんですけれども、本当にこれ毎回使うために思うんですが、私が通常サロンで使っている金箔と比べてもほとんど一緒より、なんていうんですかね、この100均の金箔の方がちょっと輝きが金色感がすごいというか、高級感がある感じがするので、意外と100均の金箔の方が好きだったりします。では今回ですね、この金箔をどんな風に入れていくのかというとですね、大きく入れていくのではなく、できるだけ細かめにですね散りばめていきたいと思います。ですのでピンセットなどでですね小さめにちょっと切り取っていただいたものをランダムにこんな風に貼り付けていくんですけれども、私毎回この金箔を貼り付けるとき、なかなかちょっとくっつきが悪かったりとか、ピンセットにくっついてしまったりということがあるんですけれども、未硬化ジェルがしっかり残っているところにはですねしっかりとくっついていくんですが、今って未硬化ジェルが出ないタイプのものがすごく多いので、そういった場合はクリアジェルとかをやっていただいて金箔貼り付けていただくといいかなと思います。全体的にこんな風に散りばめていただいたらですね、しっかりと定着させていきますので、指で私はトントントンと定着させていくんですが、あまり表面を触りすぎてしまうと、毎回お伝えしていますが指の油分がついて剥がれやすくなってしまいますので、程よくですねトントンとやっていただくといいかなと思います。それではこんな感じで一旦ですねトップジェルでコーティングしていきたいと思います。このトップジェルも毎回ちょっと使っているので、もうだいぶなくなってきてしまっていて、どうしてもちょっと貧乏症なので最後の最後まで使いたくて傾けて使っています。そろそろ新しいものを購入しようと思います。トップジェルを塗っていくコツも毎回お伝えしていますが、できるだけたっぷりめにですねハケにジェルを取っていただいて、たっぷりのジェルを余分なジェルを拭い取るような感覚で塗っていきます。でもう一度ハケに溜まったジェルをですね先端から根元にかけてラインを作るように入れていくと綺麗にコーティングできます。ちょっと今回ですねトップジェルが少なかったので2回に分けているんですけれども、少ない量でトップジェルを塗るとどうしてもこの茶色の模様をつけたところと透明の部分とですね段差ができてしまっているので、その部分をですね薄い量で塗っていると凸凹感がやっぱり強調されてしまったりとか、塗れば薄いものをね何回も何回も塗っていれば塗っているほどジェルが垂れやすくなってしまったり、形がおかしくなっていってしまいますので、たくさんの量で筆を動かす回数をですね減らす感覚でさっさとやっていただくといいと思います。では硬化していただいたら未硬化ジェル拭き取っていただいて形も整えていきます。そしてこの形の整えも毎回お伝えしていますが、やっぱり綺麗にコーティングができても目に見えない凸凹感ありますので、必ずファイルを通していただくと綺麗な形に整ってきますので、大事にしていただくといいと思います。はい、ではここからですね、これも毎回の私のちょっとお気に入りになってしまっているネイルタウンのアイシングジェルとミラーパウダーを使ってアレンジ入れていきたいと思います。で今回はこのアゲハのパウダー、今までゴールドパウダーを使っていたんですけれども、今回はブロンズ、少し茶色に輝く感じのミラーをですね使っていきたいと思います。このブロンズカラーもちょっとアンティークっぽくて素敵な感じがするんですけれども、やっぱりアクセントを出したいときはゴールドを使うといいかなと思うんですが、このブロンズはブロンズでやっぱりアンティーク感もあるので、やっぱり使っていくこのベースのカラーとかに合わせてですね使い分けをしていけたらいいかなと思います。では今回もこの色ジェルのライナー筆を使っていきます。このライナー筆だいぶですね使い慣れてきたんですけれども、やっぱりどうしてもこの先端の筆のとこがですね柔らかいので、このアイシングジェルをたっぷり取ろうと思うとちょっと難しいんですけれども、ちょっと頑張って取っていただくとこれくらいの量取っていけますので、だいたいこれくらいの量取っていただいたらラインをですね描いていきます。このラインを描いていく時も毎回お伝えしていますが、どうしてもこのアイシングジェル自体がクリアなので、しっかりとどこの位置にどんな風に描いているのかをですね目を凝視していただいて、
書いていかないとちょっとわからなくなってしまいますので、しっかり見ながらやっていただくといいかなと思います。そして今回書いていくこのラインに関しては、この縁取りで書いていくんですけれども、ところどころちょっと途切れる部分があったり太いラインがあったりというような感じで、ここでも少しアンティーク感をですね出してみたいと思います。全部がつながっているこの縁取りも素敵なんですけれども、ところどころこんな風に切れている感じもですね、またちょっと素敵な感じがしてくると思うので、いろいろ使い分けしていただくといいかなと思います。そしてこのパウダーこすりつけていくんですが、こういった細いラインに使っていくときは、やっぱりチップにですねたくさんつきすぎてしまうと周りに散っていってしまいますので、蓋についているこのパウダーだけで十分ですので、本当にほんの少しチップにですねつけていただいて、丁寧に塗っていきます。毎回ちょっと気に入って使っているスティックミラーはチップのところが硬いので、割とですねこういったラインにはすごくミラーつけやすいんですけれども、この100均のアイシャドウチップは柔らかい分ですね、丁寧につけていかないとやっぱり周りについてしまいますので、この膨らみがあるところの上をしっかりとこすりつけてあげるといいと思います。はい、こんな感じで完成です。いいねと思ったらいいねボタンお願いします。そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。そして最後にですね、ノンワイプのトップジェル、ツヤ出しのトップジェルをですね、ミラーのところも含めて全体的にさっとコーティングしていきます。この仕上げのツヤ出しのトップジェルもですね、少ない量をちょぴちょぴ塗るのではなく、たっぷり取っていただいて拭うような感じで塗っていくといいです。そしてこの凹凸感があるところはですね、その凹凸をなぞるような感じで拭い取っていただくと立体感も強調されてくると思います。はい、こんな感じで完成です。今回はですね、ゆっくり詳しくご紹介をさせていただいたんですが、本当にブラウンのカラーだけで下に模様をつけて金箔を散らして、そしてあとはですねアクセントとしてミラーラインですね入れ込んでいっただけの簡単にできるブラウンニュアンスデザインになっていると思います。簡単なんですがすごく凝っているようにも見えますし、デザインの一つにしていただいてもいいと思います。そして時間がない時もですね、ささっとやっていけるデザインの一つだと思います。ぜひやってみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回は100均のカラー、黒と茶色を使っていったんですけれども、もともとあるブラウンだけでも問題ないと思いますので、カラー一つだけでですね本当に簡単に作っていけるブラウンデザインご紹介させていただきました。続いて我が家のちょっとした出来事です。先日中娘のご褒美旅行で富士急に行った時の帰りの話なんですけれども、帰り道で伊豆の名物のいちご大福を買ったんです。いちご大福400円と書いてあったので、このいちご大福とあとは子どもたちも食べるといいと思って、大学芋があったので大学芋も一緒に買って、お会計をしてみると1200円。思わずって言ってしまったんですけれども、そしたらお店の方がいちご大福1個400円なので2つ入っているので800円ですと。あ、そうなんですねって言って購入をしたんですけれども、この大きさでこの1個400円って妥当なんでしょうか。ちょっと私からすると高く感じてしまって、で帰り道で食べていたんですけれども、横で運転している旦那に一口まずいちご大福をかじったら、これが今200円分、1個400円のいちご大福美味しいかとちょっと嫌味っぽく言われ、2つで400円だと思って買ったのに1個400円でお会計で返しますということも言えずにそのまま購入して、さらにへこまされてしまいました。こんな感じでたまにしまったという買い物ありますよね。そして最近のちび息子なんですけれども、以前もお話ししたように自分で持ってミルクを飲んでくれるんですが、初めの頃はもうしっかりと持つのがまだちょっと微妙な感じだったんですけれども、最近ではもうしっかりと握りしめてミルクを飲んでくれるんです。そしてそれだけでなく最近は本当に自分が寝転がっていて手の届く位置に何かがあると掴むようになってきたんですけれども、今回もおてんばした娘がすぐそばに置いておいたアルフォートのチョコのお菓子、
手が届いたみたいで、自分でもう胸の位置に持ってってバーッと開けてしまったんです。アルフォードのチョコは小袋に入っているので問題ないと思うんですけれども、その他のものだったら本当に下手したら変なものを食べてしまったりといったこともあるので、本当におてんばした娘には注意しておかないといけないですよね。そしてちび息子は本当にマイペースな感じで成長していっているので、まだちょっと寝返りができないんですけれども、本当にだいぶもう体を横向けてもうちょっとで寝返りができるという感じまで来たので、頑張れちび息子と思っているんですが、また寝返りができるようになったらすかさず動画を撮っていきたいと思います。以上、そんなこんなの我が家のちょっとした出来事でした。それでは今回も最後までお付き合いありがとうございました。バイバーイ。